はい、こんにちは、梅野です。本日は新しいカメラ ZFC で彼岸花を撮っていきたいと思います。はい、今回使っていく機材はニコンの ZFC とレンズが 28mm の単焦点になってまして、35mm 換算で約 42mm のレンズになりますので、これで彼岸花を撮っていきたいと思います。はい、1枚目ここ撮っていきたいと思います。ここの彼岸花にピント合わせて、手前のところに咲いてないやつが左右にありますので、左右シンメトリーに配置しまして、高さは違うんですけど、3分割のこの横のライン、下のラインにこっちを入れて、上のラインにこっちを入れるような配置で撮りまして、で前ボケに使わせてもらいます。でこんな感じでど真ん中に彼岸花を配置して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは前ボケを作りたいので開放 F 値の 2.8 に設定しました。でこの場合でシャッタースピードが1600分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で露出はちょっと暗めのマイナス 1.0 に下げて、彼岸花の赤さを表現していきたいと思います。はい、撮れた写真がこんな感じになります。左右のまだ咲いてないつぼみは前ボケに使わせていただいて、で奥の彼岸花をど真ん中に配置してピントを合わせて撮りました。前ボケがあることでちょっと奥行き感を感じやすくなりますし、全体の写真全体の華やかさも出るかと思います。背景のところがちょっと緑っぽい草のある場所でしたので、より彼岸花の赤色が綺麗に見えると思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここを縦構図で撮っていきたいと思います。左右にこの木が生えてて、でその間に彼岸花が咲いている場所になります。でここを撮っていきたいんですけど、撮ろうとすると彼岸花のこの茎がちょっと邪魔かなと思いまして、そこを手前の彼岸花を前ボケに使うことで、こんな感じでここの茎を前ボケで隠して、できるだけ彼岸花が密に張るような感じを出して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここも開放 F 値 2.8 に設定して、手前の前ボケを作って撮っていきます。でそのすぐ後ろにある彼岸花にピントを合わせて、また背景は小ボケさせていくような感じで撮ることで、奥行き感を感じる写真になるんじゃないかなと思います。この場合でシャッタースピードは800分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で露出値はマイナス 0.7 に設定して、ちょっと暗めな感じで撮っていきたいと思います。はい、撮れた写真がこんな感じになります。左右の並木が1枚の写真に入るように縦構図で撮りまして、で手前の前ボケを使って撮って、で背景もボケたことで奥行き感のある写真になったんじゃないかなと思います。で前ボケのすぐ後ろにある彼岸花がちょっと背の高い彼岸花でしたので、より1本だけ際立った感じに撮れたんじゃないかなと思います。それでは次の写真撮っていきましょう。はい、今日使っている ZFC なんですけど、カラーの張り替えサービスっていうのを利用して、これ何だかな、サンドブラウン、ちょっと忘れましたけど、なんかねちょっといい感じの色になってます。他にもねグレーとか、あとグリーンっていうのもあって、でグリーン色のカメラってこれから先もなかなか出ることはないと思いますので、ちょっと気にはなってたんですけど、このなんていうかな、軍艦部の
フィルムカメラ感と相性がいいんじゃないかなと思うこの明るいブラウンの色を選んでみました。はい、次ここの彼岸花を撮っていきたいと思います。決して綺麗ではないんですけど、なんかこの後ろの階段の感じとこの緑の感じとで隣に木が生えてる、なんかここの雰囲気が良かったので、ここをちょっと縦構図で切り取って撮っていきたいと思います。でここの彼岸花に、ピントを合わせて、で背景はこうボケていく感じで撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。背景はボケさせたいんですけど、ちょっと解像度を上げていきたいので、少しだけ絞って F 値は 3.5 に設定しました。この場合でシャッタースピードが200分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度は100で OK です。でここはちょっと露出を若干上げて、プラス 0.3 で撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で撮りまして、右側の木とで左側がこう後ろの川があるんですけど、川の方の抜けた空間を入れて撮ってみました。で抜けた空間の方に彼岸花を配置してしまうと、ちょっと後ろが明るくて赤色がはっきりしなくなりますので、木の方を背景に選んで撮ることで彼岸花の赤色がしっかり綺麗に映ったと思います。でもうちょっと階段が入ってくれたらよかったんですけど、ちょっとこの単焦点レンズの不便なところですけど、どうしても焦点距離が固定なので思ったようには撮れなかったんですけど、自分の見た雰囲気が出せたんじゃないかなとは思います。はい、次はここの彼岸花を撮っていきたいと思います。ちょうどこの木の真ん前に生えてくれてますので、こういう背景よりはこうなって後ろが黒いことで彼岸花の赤さがより際立ちますので、この彼岸花を撮っていきたいと思います。で横構図で撮ってしまうと、今見てるみたいにこう端っこっていうか横が空いてしまいますので、こう縦構図で切り取って背景を木だけで埋める目的と、この茎も入れることで彼岸花の高さっていうのを出して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 3.5 に設定して、後ろの木がはっきりしすぎないように若干ボケるように撮っていきます。この場合でシャッタースピードが、1600分の1秒出てましたので、ISO 感度は100で OK です。でより彼岸花の赤さを出すために露出値はマイナス 1.3 に下げて撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で切り取ったことで背景を木だけで埋めまして、真っ黒な背景を作ることができました。で真っ黒な背景に赤い彼岸花がありますので、より赤さ、そして茎の緑っていうのもはっきりするような写真になったかと思います。そして縦構図にしたことで彼岸花のこの高さっていうのも表現できたので、いい感じになったんじゃないかなと思います。はい、本日は ZFC で彼岸花を取りに来ておりました。今日ですね、初めて使いましたので、まだ全然使いこなせてはないんですけど、またいろいろスナップ写真とか使っていきまして、慣れていきたいと思います。で今単焦点ついてますので、この F2.8 シリーズの単焦点それほど高くなかったので、いろんな単焦点を買ってみて、スナップ写真とかお花の写真とかこれから撮っていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。